先生のその美的センスにもよるんだろうなと思って、ここがいいなっていうふうに思いました。痛みどうですか？でも思ったより痛くなくて、なんかアドバイスあります？これから受ける人。術前はすごく不安だったんですけど、やった後はもう嬉しくて、痛みも全然悩んでる時間もったいなかったのはすごく思いますね。今回基本学法教のペアルの 190cc っていう結構小さめのやつを聞いていこうと思うんですけど、やろうと思ったきっかけを教えていただいてもいいですか？授乳して胸がそげてしまったので、誰かに見せるというよりも自分が気持ちが上がるといいなっていうのがいいですね。妊娠出産した時っていうのは結構ボディの皮膚の伸び感とか、胸だけじゃなくてお腹とかもそうなんですけど変わるので、その後でちょっとボディイメージを変えたいって言って受けてくださる方いるので、そういった方に例えばシリコンが高強で一回皮膚伸びてしまうと若干伸びた感じが残ってしまったりとか、お腹とかもそうなんですけど、妊娠で強く出てしまうとたるみ感とか目立ちやすくなる、そういったところをボディの美容施術できれいにするという考えが結構いいと思いますね。で今回 90cc なのでかなり小さめではあるんですけど、自分の満足度を高めたいって感じですよね。日本人の女性の場合はだいたい大きくしたくても200前半を結構僕はお勧めしてるんですけど、あんまり大きいのを入れると結構不自然な感じにはなってしまうので、そこで小さめのサイズを入れて形整えるっていうのは非常にいいかなと思いますね。自然やろうと思ったきっかけとかありました？症例写真をいろんなところで見せて、大きいお胸の方がいて、私は大きさではなくて自然な感じっていうところがあったので、比較的小さな小さいね。先生のその美的センスにもよるんだろうなと思って、ここがいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。胸大きくしたい人は言ってもらったら大きいサイズ選びますし、自然にしたいっていう人は僕の人が結構多いので、そういう人の症例が結構多めではあるんですけど、自分に合ったサイズっていうのを言ってもらったら、適切なサイズとかを伝えることができるので、参考にしていただければなと思いますね。シリコンで大事なのが、真ん中の線ですね。脂肪補給もそうなんですけど、ここをこうやって剥離すると、シリコンはないですけど、脂肪補給だとメリハリのない方になってしまうので、ちゃんと真ん中を最初に決めて、パーツするようになってくるというところですね。どこまで剥離するかっていうのはシリコンだととても大事になってくる。あんまり下まで剥離して、胸が下に行くのもあれなんで、こういう下は剥離しないですね。あとはシリコン結構一箇所にとどまるんですけど、上の方を剥離しすぎると上に寄ってしまうとルカっぽいになるので、剥離するところを適切に決めるっていうのが大事なので、今回はこの丸のところだけ鎖骨の真ん中から乳頭のところを描くこの線が正三角形になる感じがベストだと。これちょっと見ながら剥離する範囲をなるべく動かないように上に動いたりとか、あとは適切なところに一番綺麗な見えるところにやっていく感じでシリコンを出しています。はい。今、シリコン学法教の術後1時間半ぐらいですかね。2時間ぐらいから寝てましたね。はい、いっぱい寝ました。よかったです。痛みどうですか？でも思ったより痛くなくて、大丈夫です。一応剥離してて痛いんですけど、今ね、主目線滴っていう麻酔液を結構含ませてやってるんで、それが止血作用と鎮痛作用があるので、今は多分痛くないですけど、明日、明後日ちょっと痛いかもしれないですね。脂肪吸引よりは痛くないですけどね。あとは190なんでそんなに大きくないので、今適切な位置でなるべく真ん中に寄せるように固定してるんで、それだけちょっと意識してやっといてください。そしたらそこでなるべく止まるようになるんで、ただちょっとやっぱここだけシリコンどうしてもね、開く習性があるので、そこだけ気をつけてもらったらいいかなというところですね。はい。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい。術後1日目です。今の状態はこんな感じで、胸の周りは内出血がないのですが、傷口がある脇の近くは少しあざみたいになってます。術後すぐは麻酔が効いていたからか痛みなかったんですけど、だんだん強くなってきて、昨日の寝る前から痛み止めを飲んで薬でコントロールしています。それでも夜は少し痛くて目が覚めてしまいました。バンドを外すと少し楽なんですけど、やはり押さえているこの上の部分がとても痛いです。では、ちょっと上がるんですけど、やはり傷口と胸の上の部分の突っ張る感じが痛くて、これぐらいしか上がらないです。術後3日目です。今の状態はこんな感じで、脇のあざは黄色くなってきました。胸の周りも少しだけここがうっすら黄色いんですけど、それ以外はあざはありません。痛みはだいぶ落ち着いてきて、日中は痛み止めなしで生活していて、デスクワークも問題なくこなせています。腕も上がるようになってきて、髪が自分で洗えるようになりました。でもこれ以上上げると痛いです。術後5日目です。見た目はこんな感じで、昨日とあまり差はあり
りません。痛みの差はないんですけど、なぜか左胸だけとても痛くて、日中も痛み止めを飲んで過ごしていました。バンドをつけているとこの上の部分がとても痛いです。今撮影のために外したので少し楽です。かゆみは保湿剤を塗っていて対処しています。術後1週間です。見た目の変化はさほどないですが、脇のあざはほとんどわからなくなってきて、治りかけの胸のここのあざだけ少し残っています。痛みもだいぶ減ってきて、痛み止めなしで生活できるようになってきました。腕もだいぶ上まで上がって、生活への不自由感もありません。今上げるとまだ脇と胸の上の部分が少し突っ張った感じはします。シリコンバック本家のね、1週間の経過を聞いていこうと思いますね。ダウンタイムの経過を送っていただいているので、そちら参考にしてもらったらいいと思うんですけど、どうでした ?1 週間後の痛みとか。術後1日とかは痛かったんですけど、それ以降は全然問題なく。大丈夫そうです。はい、2日目から普通にお仕事もしていて。ああ、いいですね。結構ね、剥離するから痛み出る時あるんですけどね、そんなには強くなかったですね。ちょっと内出血出てますね。シリコンバック剥離した時とかにちょっと内出血じわって出る時あるんですけど、でもそんな強くはないです。全然痛みもそんなないですね。結果的には順調だと思うので、様子見ていただいて。大体シリコンバック入れた後に形が馴染んでくるのが3ヶ月ぐらいかけて滑らかになっていく感じなので、様子見てもらったらいいかなというのと、あとやっぱこのシリコンがね、ちょっと上に行ったり下に行ったりするのを防ぐために、ちょっとマンモバンドはもうちょっと1ヶ月ぐらいはできるだけつけてもらったらいいかなというところと、あと今回ね、このワーデルテープっていうのでね、でこう用してるんですけど、このシリコンが上に行って組織が剥離されるのを防ぐためにちょっとここでね、ピタッと付着してもらって、なるべく上に行かない。あとこの外にやっぱ流れやすいのでシリコンっていうのは、でこっちも止めてあげて、なるべくこの内側で固定されると綺麗な本面になりやすいので、それでちょっとやってますね。かぶれとかは大丈夫でした？この辺がかゆかった時かゆいです。でも保湿剤塗って大丈夫ですね。はい。テープかぶれとかしやすい人もいいと思うんですけどね。そういう人は言ってもらったら、マンモバンドだけでもしっかりやってもらうだけでも全然違うと思うので、そこで経過見るのがいいかなと思いますね。傷見せてもらってます。はい。今こうやってテープ保護してもらってるんですけどね、やっぱり傷一番大事なのが物理的な刺激を与えないことが一番きれいに治る秘訣だと思うので、なるべくこうやってテープ貼っていただいて保護してもらったらいいかなと思いますね。傷は大体半年から1年ぐらいかかるんですけど、個人差あるんですけど、傷の斑痕とかなりやすい人もいるけど、比較的脇はきれいに治りやすいと思うので、そこはそんなに大丈夫かなと思いますね。じゃあまたちょっと1ヶ月後です。はい、お願いします。今日の様子はこんな感じです。脇のあざはもう一切消えました。胸のここだけ少し残ってます。腕もだいぶ上がるようになりましたが、完全に上まで行くと傷口が突っ張る感じがします。張り感が少しだけ出てきました。痛みはもう全然ないです。まだ喉風邪が治ってなくて声があんまり出ないんですけど、今日はこんな感じです。変化は少ないですが、痛みはあまりなくて、柔らかさも少し出てきているかなとは思います。胸の周りの痛みはないんですけど、腕を上げるとやはりこの辺の突っ張った感じはまだまだ残っています。今日はこんな感じです。見た目の変化はもうほとんどないですが、痛みがだいぶなくなって腕も自由に動くようになってきました。でもかゆみがすごく悪化してきて、夜かゆくて起きてしまうことがあります。保湿のクリームは塗ってるんですけど、少しかゆいです。今日はこんな感じです。胸の痛みがなくなってきて分かりやすくなったのか、上の部分の麻痺した感覚が少し強くなってきました。痛みはもう全然ないです。LINE でお伝えしたんですが、左の脇が本当に少しだけ白い海みたいなのが出てきたので、さっきティッシュで拭き取りました。痛みは全然ないです。今日はこんな感じです。皮膚のかゆみがだいぶ落ち着いてきました。一応保湿は毎日続けてます。左脇今テープ貼ってるんですけど、海もだいぶ減ってきて痛みもなくなってきました。左右の痛みの差はあんまりないです。今日はこんな感じです。術後約1ヶ月ぐらい経ちました。かゆみがまだ少しあるので毎日保湿してます。痛みはもう全然ないです。柔らかさはこんな感じで、まだやっぱり少し張った感じはありますが、最初みたいなガチガチな感じはもうなくなってきました。脇の痛みももう全然ないです。シリコンバックフォークのね、ペアでね、90MR というね、サイズで入れた方のダウンタイム1ヶ月ぐらいですかね。経過ちょっと聞いていこうと思うんですけどね。どうでしたこの1ヶ月経過？最初は1週間ぐらいは痛かったんですけど、そこか
からも全然気にならないな。2週間も痛み止めで全然構わない。大丈夫です。どんな感じの痛みでした？動かないと全然痛くないんですけど、胸っていうよりこの胸の上。胸の上。まあ、剥離したとかですよね。でも、術後2日後にはもう普通にお仕事はできて、休まずに行きました。行きました。じゃあいいですね。子宮根膜温単体だったら大体いいですけど、お仕事そんなに休まずに大丈夫だと思うんで、例えば2、3日休んですぐ復帰できるかなと思いますけどね。詳細は結構送ってくれてるのでね、確認していただければと思うんですけどね。あれですよね、この傷跡のところを産んだんです。そうですね、左だけ少し産んできちゃったんですけど、今は落ち着いて、ちょっと見させて。こう比べていただくとね、こっちはね、結構もう1ヶ月ですけど、薄くなってきてて、若干こっちが、この下のところがね、黒っぽくなってるんですけどね、これ出てきてたんですよね、下も。若干踏んでたかもしれないですけど、今見る感じだとそんなに完成してる感じではないので、この感じだったら変なことせずに経過観察で良いかなというところと、普通見た感じだとちょっと左右差ありますけど、全然治る範囲だと思うので、経過は順調かなと思いますね。ありがとうございます。あとは、若干ここがね、どうしてもやっぱシリコンだけで気になります？少しだけ。そうですよね。できるだけね、今回小さいサイズってこっち寄せるように意識はしてるんですけど、どうしてもちょっとここね、シリコンのデメリットではあるので、開いた感じはちょっとあるので、もし気になったらね、そこの上からコーティングで脂肪注入っていうのは一つはいいかなとは思いますけど、でも3ヶ月でね、結構馴染んではくるので、皮膚が伸びるのにちょっと1ヶ月だとまだ張り感があるんで、結構馴染んではくるので、3ヶ月経った時にちょっとどうしても気になったら言っていただければいいかなというところですね。なんかアドバイスあります？これから受ける人に。アドバイス。術前はすごく不安だったんですけど、やった後はもう嬉しくて、痛みも全然、多分その嬉しさが、悩んでる時間もったいなかったのは、すごく思いますね。そうですね、包茎とかね、脂肪筋っていうのは、ボトックスとかヒアルロン酸と比べるとね、しっかり悩んでからリスクもデメリットもありますけど、そういうのを考えて受けていただければ、やっぱり実際に変化率としてはね、かなりある施術ではあると思うので、ぜひ検討している方は参考にしていただければと思いますね。じゃあまた3ヶ月後ちょっとです。